はいどうも皆さんこんにちは。今回は三方ヶ原の戦いについてお話ししていきます。三方ヶ原の戦いというのは徳川家康対武田信玄の戦いで、そこに織田氏が援軍として参戦するという構造の戦いです。桶狭間の戦いで今川氏が弱体化した結果、徳川氏と武田氏により今川氏は滅亡へと追い込まれました。こうして国境を接することになった両者が戦ったのが三方ヶ原の戦いです。この戦いに勝利したのは武田軍で、敗北した徳川家康や織田信長は窮地に立たされます。今回の動画ではそんな三方ヶ原の戦いについてお話ししていきます。そもそものきっかけは1560年、桶狭間の戦いまで遡ります。織田信長が今川義元を討ち取ったこの戦いは、その後の歴史に大きな影響を与えていきました。その中の一つが今川氏の弱体化です。この弱体化によって今川氏に従属していた徳川氏は独立、織田氏と同盟を結びました。これ以降の今川氏は注目されることが少ないですが、その後どうなっていったのでしょう。今川義元の死後、今川氏は義元の息子である今川氏真によって統治されていきます。そんな氏真の最初の仕事は桶狭間の戦いの事後処理でした。義元の死を受けて遠江は混乱状態に陥っており、大規模な反乱が起きていたのです。氏真はこの反乱を何とか鎮圧していきますが、そんな今川氏真を注意深く観察している人物がいました。武田信玄です。この時武田信玄が考えていたことは、新しい当主である今川氏真は今川氏のトップにふさわしいのかということでした。というのも当時の武田氏は越後の上杉氏と戦っている真っ最中で、この戦いに苦戦していました。そんな時に南の今川氏が弱体化したので、信玄はこのまま北に進むよりも南へ進んだ方がいいのではないかと考えるようになったのです。もしも今川氏真に器量がなければ南へ進むという思惑があったのですね。そして武田信玄が下した評価は、今川氏真には器量がないというものでした。これが武田氏が今川氏と戦っていく理由です。しかしここで一つ問題がありました。高宗駿三国同盟です。武田、北条、今川氏はそれぞれ娘を嫁がせて同盟を結んでいたのです。これの何が問題かというと、まず第一に武田と今川は同盟を結んでいたこと、そして第二に武田信玄の息子である慶喜は今川氏から嫁をもらっていたことです。つまり武田慶喜は今川氏とのつながりが強く、今川氏を攻めることに反対します。こうして武田氏内部は領土拡大派の武田信玄と三国同盟維持派の武田慶喜とで対立していくことになります。しかしこの対立の中で慶喜は閉じ込められてしまい、そのまま自害に追い込まれました。こうして武田氏は三国同盟維持派の口を塞ぎ、今川氏攻略へと動き始めるのでした。さてこうなると今川氏真も黙ってはいられません。信玄の動きを察知した氏真が取った作戦は上杉氏との同盟でした。つまり今川氏は上杉氏と同盟を結んで武田氏を挟み撃ちにしようとしたのです。対する信玄はどうしたかというと、徳川氏と交渉して今川氏を挟み撃ちにしようとします。要するに挟み撃ちのやり合いになったということですね。しかしここでもう一つ忘れてはいけない一族がいます。北条氏です。北条氏の当主である北条氏康は三国同盟を破った信玄にブチギレていました。これまでの北条氏は長年上杉氏と戦ってきており、両者は仲が悪かったのですが、北条氏康は武田氏を倒すためにそれらのことを水に流して上杉氏と同盟を結ぼうとします。いわゆる越宋同盟です。さてここで一度状況を整理してみましょう。現段階では今川、上杉、北条が同盟を結び合い、武田に向けて3方向から圧力を加えることになりそうな状況です。信玄としては大ピンチですね。このピンチを切り抜けるべく信玄は信長に連絡して、信長を通じて足利義昭に上杉の攻撃を止めてくれと依頼します。この依頼を受けた義昭は上杉に手紙を出し、武田を攻撃しないようにという命令を下しました。こうして上杉氏は武田氏を攻撃することができなくなり、上杉氏の攻撃が望めなくなった北条氏は動くことができなくなりました。こうして武田信玄は徳川家康と共に今川氏を攻撃、今川氏を滅亡へと追い込んだのです。しかし新しい問題が発生します。武田と徳川で今川の両国を占領したものの、今度はその境目をめぐって武田氏と徳川氏が争っていくようになるのです。
これが三方ヶ原の戦いのきっかけです。しかしこうなると困るのは信長でした。というのも織田氏にとっては武田も徳川も同盟国、武田に味方するのかそれとも徳川に味方するのかという決断を迫られます。とりあえず信長はどちらにも味方しないという方法で中立を守りますが、信玄はこの対応に不満でした。そんな時、北条氏の当主である北条氏康が病死します。その後を継いだのは氏康の息子である北条氏政でした。当主の代替わりというのは心理的に和睦が結びやすい状況です。こうして北条氏は武田氏と戦ってくれない上杉氏を見限って代わりに武田氏と同盟を結びます。これによって背後を気にする必要がなくなった武田信玄は西に目を向けることができるようになりました。こうして武田信玄は以前から誘われていた反織田勢力に参加、西へと軍を動かします。こうして始まったのが三方ヶ原の戦いです。軍勢を集めた武田信玄は自ら甲府を出陣しました。これに驚いたのが織田信長です。信長はまさか信玄が敵対するとは思っておらず、完全に意表をつかれていました。遠江に入った武田軍は二俣城を落とした後に浜松へと迫ります。浜松城は当時家康が居城としていた城で、信長から送られた援軍と合わせて約1万1000の軍勢がここに待機していました。対する武田軍は約2万5000の軍勢と言われ、倍以上の兵力差だったと言われています。しかし武田軍は浜松城には目もくれず、目の前を素通りして西へと進んでいったのです。これを見た徳川家康は家臣の反対を押し切って浜松城を出撃、武田信玄の軍勢に迫りました。しかしこれは家康をおびき出すための信玄の策略でした。こうして日暮れに近い頃、三方ヶ原で始まった戦いでしたが、圧倒的な兵力差の前に織田徳川連合軍の惨敗で終了、総崩れとなって浜松城に引き返していきます。武田軍の勝利、この知らせを聞いて情勢は大きく変わっていきます。京都周辺の反織田勢力は勢いづき、織田氏は大きく動揺するのです。ここで動いたのが足利義昭でした。この状況を見て足利義昭は、信長は不利で信玄が有利だと判断して信長から信玄に乗り換えたのです。この状況はやばい、そう考えた信長はすぐに義昭に和睦を申し入れ、西側の脅威を何とか抑えることに成功します。残るは東側の脅威である武田信玄です。しかしこの問題はあっけなく解決しました。なんと武田信玄が病死してしまったのです。織田信長からしたら幸運で、足利義昭からしたら不幸な出来事となった武田信玄の死は信玄の遺言により死んだという事実を隠されました。つまり足利義昭は信玄の死を知らない状況です。信玄は上洛してくるだろう、そう考えている足利義昭は再び挙兵して信長と敵対。しかしもちろんですが、信玄が上洛してくることはありません。信長は義昭の挙兵を予測していましたので、即座に出陣して義昭のこもる牧島城を攻撃。足利義昭は牧島城を追い出されてしまいます。その後状況を見誤った義昭は紀伊の国を経由して友の浦へと下校していきました。こうして最後の将軍足利義昭は京都から追放され、室町幕府は滅亡へと向かっていくのです。さていかがだったでしょうか。京都を追い出された足利義昭ですが、これ以降も一応将軍の肩書きは保持しており、反信長勢力として活動を続けていくことになります。対する信長はその後小田二条を攻めて浅井氏を滅亡に追い込み、一条谷を攻めて朝倉氏を滅亡に追い込みました。つまり約1ヶ月で2つの一族を滅ぼしてしまったのです。浅井氏が住んでいた北近江はその攻略で活躍した木下秀吉、名を改めて羽柴秀吉に与えられました。こうして信長と秀吉が活躍する安土桃山時代が始まっていくのです。ということで次の動画は忙しい人のための安土桃山時代です。それではまた次の動画で。